ご視聴ありがとうございます。今回はバッグ型のポーチを作りたいと思います。フリルをつけたりボタンをつけたりしてちょっと可愛くしてみました。でファスナーはつけてもつけなくてもいいと思います。よろしくお願いします。今回はアマリートなんですけども、ニューコットンベイビーのベージュと白を使います。で2本取りで編んでいくので10号針を使います。で印鑑をきれいにしようと思っています。はじめに10センチぐらいになるように鎖編みを編んでいきます。出来上がりのポーチの幅はだいたい14センチぐらいの仕上がりになってます。糸によって目の数が違うと思うのでお好みでやってみてください。そして楕円を編んでいくんですけども、1目鎖編みで立ち上がります。そして端から2つ目の目に細編みを編んで端までずっと細編みを編んでいきます。最後の目に細編みを入れたらあと2つ細編みを同じ目に編み入れます。これで増し目ができました。でまたその次の目を拾って細編みをまっすぐ端まで編んでいきます。その時に始まりの糸をね一緒に編みくるんでいってください。端までまっすぐ細編みを編みます。でまた端まで来たら、増し目をして引き抜き編みをするんですけど、とりあえず端まで細編みを編みます。端まで来たらあと2つ同じところに細編みを編みます。で一番初めの目に引き抜き編みをして1段目終了です。これで1段目が終わりました。で次1目で鎖編みで立ち上がってその同じ足元のところに、細編みを編んで、ここにマーカーをつけておきます。ちょっとマーカーが見当たらなかったのでクリップですけども、とにかくやっておきます。でまたこのまま端まで編んでいきます。先ほど増し目したところまでの手前まで編んでいきます。で端まで来たら先ほど3つ同じ目に細編みを編んだと思うんですけども、そこの一つ一つにそれぞれ2つずつ細編みを編んでいきます。1つの目に2つ細編みです。でそれができたらまたまっすぐ細編みを端まで編んでいきます。
そしてまた先ほど3つ細編みをしたと思うんですけども、そこの一つ一つに2つずつ細編みを編み入れていきます。そしてマーカーつけたところの目で引き抜きます。引き抜き編みをして2段目終了です。でここで引き抜き編みして、終わるんですけども、今回のポーチはまちの部分をこの楕円は2段にして終わります。であとは細編みをそれぞれ一つずつに一つ編んで、ずっと好きな高さまで編んでいきます。で1止めで立ち上がって同じところに細編みを編んで、でまたマーカーつけてのその繰り返しをこれからしていきます。でこの周りですね、ぐるっと編んで立ち上がり目をしてっていうのをずっと繰り返していきます。途中でちょっと色を変えたりとかしたいと思っておりますけども、そこまではとにかく細編みを編んでいきます。でマーカーのとこで引き抜き編み、立ち上がり目、細編みでずっと好きな高さまで編みます。こんな状態です。町があって、こんな感じでここから色をちょっと変えてます。ちょっと見えにくいですけども、でこれを入れようと思ってます。でこのまま編んでいきます。この辺で編みくるむのが終わって、よいしょ、今来客が。でここまで来たらここ引き抜き編みで、ここ立ち上がり目なので、ここにちょっと外そう。ここに引き抜き編みをします。そして1目立ち上がって、その足元同じとこに1目目を編んだら、またこれをマーカーをしときます。でこんな感じででこれで編んでいきます。このまま一周回って、ここで引き抜き編みして1目立ち上がってまたっていうので、好きな高さまで編んでいってください。今そこが、2周編んで、ここから12345段編めました。で引き抜き編みして1目立ち上がって1目編んだところです。でまた次
編むんですけど、細編みだけだったら面白くないので、面白くないというか、ちょっと今回じゃあ次は、細編み編んだら次長編み、細編み、長編み、細編み、長編み、代わりばんこに編んでいきます。で今細編み長編みを交互に編むのを2段編んだとこです。なんか立体感が出ます。でもうちょっとこれを続けていきます。でちょっとバッグの形にしたいので、ここ鎖編みにします。3、4、5。ここが1、2、3、4、5あるので今5編んだんですけど、それだとちょっとバッグにならないので5、6、7、8にします。8にしてでここにつけます。でちょっとバッグみたいになりました。でこのままちょっともう一回編んで裏側もこういう取っ手をつけます。でそこから8個鎖編みを編みます。2、3、4、5、6、7、8編んで、さっき1、2、3、4、5個編んで開けてたので、3、4、6目めに細編みでひっつけます。はい。これで取っ手の形になったので、またここからあとは細編みで進めていきます。7でここで引き抜き編みですけど、でこれで一応これでこれでカバンの形になりました。であとはファスナーつけたりボタンつけたりなんですけども、先にフリルをつけていきたいと思います。ここがちょっともうちょっと色がはっきりすると思ったんですけど、白と茶色ベージュでしなかったのではっきりしなかったので、ここにフリルを編んでいきたいと思います。
れは前作ったが口で下は円形。これを1、2、3目3目鎖編みを編んだら、次のところもうこの境目のところと決めて、次の、3目でフリルを鎖編み3目編んだら、次の穴の開いたところに細編みでつなげてフリルを作っていきます。これを1周繰り返します。1、2、3。1、2、3。で最後3段3目鎖編み編んだら、ここに細編みでこれで一周編めました。これで一旦できたので、後で糸処理をしますけども、あとはファスナーつけたりボタンつけたり装飾のボタンをつけたりします。一度入れてみるとこんな感じになります。結構本当にバッグみたいで可愛くできたと思います。で、今から先にファスナーをつけます。でここにファスナーつけていきます。ファスナーつけるのはちょっと上手じゃないんですけども、普通に並縫いっていうんですか、普通に並縫いで今回はつけてみました。で糸を内布がないので毛糸に似た糸の色でやっていけば外に全然響かなかったので、並縫いでやっていきます。こんな感じで一周縫ってファスナーがつきました。あとは、装飾でボタンをつけていこうと思います。はい、できました。こんな感じで出来上がりです。これは
インカーを入れたいと思います。こんな感じで。最後までご視聴ありがとうございました。初心者の私でもできたので、皆さんもどうぞ作ってみてくださいね。高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。